はい、新しいこのコントローラーの調子が悪いということで、見ていきます。まずデバイスとプリンターから、このワイヤレスコントローラー認識したところで右クリック、ゲームコントローラーの設定、プロパティですね。で、このダイアログ立ち上げて、ここで操作していきます。上、右、下、ここは OK ですね、十字は。で、この両方も OK ですね。L は R、L2、R2 も OK ですね。で、スタート、セレクト、でこのボタンとこのボタン OK ですね。この辺全部 OK です。で、問題がここのここがですね、これとこれは効くんですけども、こことここが効かないっていう状態になってます。はい、ではやっていきます。これまず型番なんですけれども、ここに型番があります。ZCT2J って書いてます。はい、ではいつものように開閉していきます。プラスドライバーですね。4箇所ついておりますので、これを取っておきます。ポイントとしてはこの辺りから差し込むと取りやすいのではないかなと思いますね。こんな感じですね。ちょっとね、最初取りづらいですけど、何回かやっていくとこれ安くなると思います。で、こうガーッて引っ張るとですね、中に基板がこうフレーキ基板つながってるので、ここちぎっちゃうんで、ここを指で抜いていきましょう。はい、次はですね、このバッテリーですね。バッテリーを抜いていきます。で、バッテリーここに引っかかっているので、爪に引っかかっているので、これを外していきます。で、次ですね、これですね。で、これも、ここに爪が引っかかっているので、外れない場合は、この爪をですね、押してあげると外れやすくなります。で、ここですね。で、ここでちょっとメモしておいてほしいのが、ここにですね、これ JDM040 っていう基板の名前が書いてありますので、これを控えておくと後々補修が便利になると思います。これ絶対控えておくといいと思います。で、ここですね、こう引っ張って抜いていきます。で、これなるべく縦にこう跡つけておくと最後差し込む時が楽になると思います。はい、ではこれはこの基板外していくんですが、これ無理にやろうとするとですね、グッと引っ張ってここが断線するので、ちょっとグッと引っ張らないようにしてください。これがあると、これですね、これを取っていきましょう。これで大丈夫です。はい、取れました。はい、こんな感じですね。で、これがダメな可能性もあるんですけども、今回はのブレーキ基板を交換していきます。L1R2 を外していきます。これ取れました。で、このゴムパッドを外していきます。これ多分左右共用だと思います。すごくないですね。ここから消しましょうか。これ引っ張れないと思うんですよね、多分。で、こっちからで、ここをちょっとたるませた状態で入れて外していきましょう。。
これですね。これを交換します。で、この基板なんですけれども、この JDM040 のものに適合していないといけないので、それはやっぱりここ見ておかないとわからないということになります。最初にこういう、そうですね、こう押さえて、でピンセットで向こう側になります。こうですね。はい、奥までね、こう入れないといけない。ちょっと忘れがちになりますです。この上パーツ入れないといけないですね。こうする。こうする。で、ここを引っ掛けて、向きに入れてやればガチッと入る。そういう向きに入れてやる。はい、じゃあ次ここですね。多分ここでつまる方が結構いらっしゃる。これを、まっすぐ跡つけて若干外寄りに跡つけてはまらないとですね、このバーがはまってない可能性があるので、そこだけちゃんとやればそんなに問題なくはまると思います。さあビスを入れていきましょう。でここを見ていきます。ここにはめるだけです。問題ないと思います。でこれですね、そうですね。はい、では次ですね、これどっちにこの向きがあるんですけど、これをはめないといけないんですよ。どっちにこの向きを合わせたらいいのかって分からなくなると思うので、この端子がですね、この青い方と端子があるので、ここを見てもらって、端子がこっち側にあるので、端子側をそっちにつけるみたいなイメージでいいと思います。なのでこれの場合こうですね、こういうふうにつける。ただこれちょっと短いので難しいと思います。やり方としては胸に当ててですね、こう持ってやると一番簡単かな。でグッと差し込む。で、これはめ方としては、まずこっち側ですね。こっち側をはめておいて、こっち側をはめておいて、で最後にここをはめるようなイメージでやっています。でガチャッとこういくと思うので、はい、これでいいと思います。じゃあこれをネジをはめていきます。やってるんで、これでね、ほぼ間違いなくいけるとは思いますね。はい、認識しました。これね、ちょっとね、ここのね、これ悪いっすね。さあ、これでゲームコントローラーの設定、プロパティで、動きますね。ちょっとやってみましょう。これ動いてますね。三角丸。なのでフレーキケーブルが完全におかしかったということが分かると思います。なのでね、どうしても治らない場合っていうのは、このフレキシブルケーブルじゃない、フレキシブル基板を疑った方がいいのかなと思います。なんかね、断線してしまうんでしょうね、これ。理由は分からないんですけど、理由は分からないですけど、これの断線っていうのは結構ありますね。というわけで今回も無事直すことができました。今回も
動画をご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。